everyone, welcome to the Lemon School channel. Today we're going to talk about this symbol. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらになります。今日はこの記号に2つの音があるという話をします。実はこの記号、同じ記号なのにアメリカ英語だと全く違う2つの音があるんです。まずこの C を逆にした記号の名前は Open O。日本語だと Open O。この記号多分 O みたいな音をイメージしてる人が多いと思うんですよね。で、イギリス英語だったらそれでいいんですけど、アメリカ英語だと全然違うんですよ。アメリカ英語だとこの Open O の後に必ず点々がつきます。Open O 単独っていうのはアメリカ英語にはないんです。別な動画で標準的なアメリカ英語では基本的にこの2つを区別しないっていう話をしてるので、よかったらそっちも見てください。だから基本この記号はあーよりもちょっと口を縦に開く感じです。あーじゃなくてあー。これが通常の発音です。一方で、このオープン O 点々の後に R がついている場合、この R はだいたいイタリック体、つまりちょっと斜めになっていることが多いです。なぜ斜めになっているのかっていうその理由はまた別な動画でお話しします。今日は気にしないで普通の R と音は全く同じだということだけ知っておいてもらえれば大丈夫です。またはオープン O の後に点々がなくてこの記号がついている場合があります。この E の逆さみたいな記号に尻尾がついてるやつがあったらその前だけは点々がないと思います。さっきオープン O は単独ではないって言いましたけど、この E の逆に尻尾がついてるみたいな記号の前だけは単独で出てきます。で、まずこの2つ、見た目はだいぶ違いますけど、全く同じ音です。辞書によって違うだけです。だいたい教科書とか参考書だとこっちですね。だから皆さんのご自身の辞書とかに使われている方だけを考えていただければいいと思います。全く同じ音だけど、辞書とかによって書き方が違うというだけです。それでこの E の逆に尻尾がついている記号、hooked schwa っていう名前ですけど、これは R と全く同じ音です。ネイティブの人たちは全く同じ音だと思ってます。さて、ここからが今日一番大事な部分です。R の前にオープン O が出てきたら、点々がついててもついてなくても、R の前にオープン O が出てきたら、アメリカ英語ではこれはネイティブにとっては O なんです。O。一方で R の前以外だったら、あーみたいな音です。音が全く違うんです。O とあー。標準的なアメリカ英語だったらつまりこれと一緒です。R の前のこの記号の読み方は O。フォニックスでいうロング O。それ以外のこの記号の読み方は R。フォニックスでいうショート O。で、多分これを聞いても信じられない人が多いと思うんですよね。記号が同じなんだから同じ音に決まってるじゃないか。そんなに音が違うわけないだろうって思うでしょう。そこで、アイオワ州のこの人の発音聞いてみてください。実はこの人はこの2つを区別する人なんですけど、とりあえずこの3つ聞き比べてみましょう。or, o, or, o。明らかにこの2つが似てますよね。R の前だとこの二重母音の O のうの音があんまり聞こえないですよね。or みたい。うでも口を丸めて、も口を丸めるので、どっちも口を丸めるので混ざっちゃう感じであんまり聞こえないですよね。でも例えばこの単語、これ warm って言っちゃう人が多いんですけど、warm です。warm。カナダ人がこの A の部分だけを発音すると、ちゃんと二重母音で O って言うんですよ。ここだけ発音するとちゃんと二重母音の O なんです。いや、それでもまだ信じられないという人のために、YouTuber の Rachel 先生っていう人のこの動画見ると、数字の4、日本の辞書だとこうなってますけど、この Rachel 先生の記号はこうなってます。ちゃんと同じ音には全部同じ記号が使われてます。こっちの方が分かりやすいですよね。それで、青山学院大学っていう駅伝が強い大学があるんですけど、その大学の英語音声学の横谷照夫先生っていう、僕の師匠みたいな先生も、レイチェル先生が言ってるんだからこれは間違いないっていうふうにおっしゃってました。音声学の先生のお墨付きです。ちなみにこの R が逆さになってる記号は、英語の R の音声をもうちょっと正確に書くときは、本当はこの記号を使うんですよね。より正確な表記です。普通の R だと発音記号では、本当はトリルのルっていう音なんですよ。でも英語には、とルの区別はないから、別に書き分ける必要はないから、簡単なみんなが見慣れた普通の R を使っているということです。今日はウェブリオの辞書の音声を聞いてみましょう。caught, court, court, coat, coat,
あと、ウェブリオでもこういう記号もあります。あ、これでも英国と米国逆になってますよね。これミスプリですよね。でもまあ、ミスプリは誰でもするから怒らないであげましょう。アンフォーストエラーですね。僕も論文でミスプリやっちゃったんですよ。でももう一度出版しちゃったら直せないですからね。でもウェブサイトなら直せますからね、まだね。それはさておき、じゃあなんで違う音なのに同じ記号を使うのかと思いますよね。で、理由の一つは R の前では英語では全ての母音を発音できないんですよ。R の前では発音できない母音があるんです。で、まずこの O と R。例えば Low と Law。低いと法律です。これ両方とも low って言っちゃう人多いんですけど、low と law です。これは別な動画で説明してるので、これは low とか low とかって言っちゃう人は、ぜひそっちも見てください。で、この2つは R の前以外ではちゃんと区別するんですよ。でも R の前ではこの2つは区別しないんです。両方とも O にしちゃうんです。なんでかっていうとやっぱり聞き取りにくいからですよね、違いが。でも歴史的には R の前でもちゃんとこの2つを区別してたんですよ。例えば馬の horse と声がかすれてる horse。今は全く同じ発音ですけど、歴史的にはこっちがオープン O で、こっちが二重母音の O。フォニックスのロング O にあたるものだと思います。それが R の前では区別されなくなってしまって、今ではどっちも O になったということです。一方で、それ以外の場所では標準的なアメリカ英語では、これと区別されなくなってこっちになったということです。そして実はもう一つ理由があるんですけど、それはこの R をなんでちょっと斜めに表記してるのかっていう説明をしてからの方が分かりやすいと思うので、そっちの動画で説明します。つまりオープン O はアメリカ英語だと R の前では O、それ以外は R。ただし、発音問題の時に気をつけてほしいのは、例えばトウモロコシの corn、R が入ってるやつですね。それと R が入ってない cone、塩水、アイスクリームのコーン。発音問題だとこういう風にこっちはだいたい R まで線が引いてあると思うんですよね。こっちは O しか線が引いてない。で、R まで線が引いてあったら、当然こっちは R があって、こっちは R がないから違う音ということになります。R があるかないかの違いですよね、単純に。だから違う音っていう風に答えないといけません。例えば No と Note。これでこっちは T まで線が引いてあったら、当然こっちは T があってこっちは T がないから違う音ですよね。アメリカ英語で考えるんだったらそういうことです。しかもイギリス英語で考えたとしても、こっちの R まで含める方は O、R が含まれない方は O みたいな音になるので、やっぱり全然違う音だから違うって答えないといけません。だからオープン O が絡む発音問題では R まで線が引いてあるかどうかしっかりチェックしてください。R まで線が引いてあるのと引いてないのでは、アメリカ英語で考えてもイギリス英語で考えても違う音だと答えないといけません。あんまりこういう問題は出ないと思いますけど。発音に関して言えば、アメリカ英語だったら R の前だったら O、それ以外だったら R です。記号は同じだけど発音は全然違うということです。フォニックスで考えればロング O とショート O の違いということで超簡単です。この動画がちょっとでも役に立ったと思ったらいいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。